この作品はもともと高橋さんから依頼を受けて作った作品なので、その自分が普段テーマとかコンセプトにしているものとはまた別のものになっていて、それでなかなか自分の外からそういうことがきっかけがやってくるってことはなかったので、すごく勉強になったっていうのがまず一つの感想で、作品の方はですね、もともと高橋さんはおそらくその普通の肖像画を依頼されたんだと思うんですけど、どうしても高橋さん単体を描いてもそれは高橋さんの肖像画にはならないような感じがしていて、やっぱり高橋コレクションのきっかけとなったその草間さんと高橋さんのエピソードっていうところは外せないだろうなという感じで、そこを軸に作品を作っていくことができればいいかなと思っていました。高橋さんにとって草間さんが女神のような存在であるっていうふうにおっしゃっていて、草間さんの作品を所有することによってその自分の人生に一条の光が差したようだっていうことをおっしゃっているのがすごく印象的で、それから高橋さんにとっての女神が草間さんであるとするならば、その草間さんを天照大神として見立てて、天の岩戸伝説っていうものを絡めて何か作品できないかなと思って、作った作品がこちらになります。この作品は高橋さんの肖像画と草間さんの絵が2枚で1組になっていて、高橋さん単体の肖像画がその自分が草間さんの作品の中に同化していく様をこう見つめるっていう構図になっています。この下の土台に組んであるこのステンレスの光の筋があるんですけれども、これは高橋さんを照らす救いの光っていうイメージと、あとはこの上から見た時にこの台座の六角形っていうのがその天の岩戸の岩をイメージしていて、その天の岩戸がこう割れて間から差した光のようなこうダブルイメージにもなっている感じです。とこの宙に吊るされた六角形も下の台座の六角形と同じ寸法なんですけれども、これは上下で空間を挟み込む、結界みたいな役割があって、上に浮いている六角形っていうのはそれで、周りは高橋さんがコレクションした作品たちに囲まれて、その高橋さんと草間さん2人だけのその性質で親密な空間がこう出来上がるっていうようなイメージで作りました。なので本当はこの作品の中に人が入ったりとかなんか見たりっていうことは実は想定してなかったことだったりします。そうですね、自分の方から、高橋さんの本とか読んでみたりとか、実際お会いして何度かお話しさせてもらう中で決まってきたビジョンというものを実際にこのインスタレーションのマーケットも作って、それをお見せして気に入っていただいたので、それでこう作っていったっていう感じになります。はい、まずやっぱりこの今回の展覧会もそうなんですけれども、その会期が短縮してしまったりとか、あとはその自分の作品っていうのはどうしてもそのウェブで全容を公開することができなかったので、本当はこのコロナがなければもっといろんな人に見てもらえたのになっていう思いがあって、すごく悔しいっていうのが一つあります。あとはそうですね、自分がセクシャルマイノリティで身近にエイズであったりとかその感染症みたいなのがすごい近いところにあったので、その延長にコロナがあるような感覚でいるんです。もちろん怖いんですけど、で制作に何かすごく変化が起きたかっていうとそれはなくて、やっぱりまだ今このコロナっていう現状をこう浴びてるような最中っていうのかな。なのでこれはもっとどっぷりとその状態に使って後々それが何だったかってことが分かって作品になっていくんじゃないのかなというふうに思っていて、ただやっぱりコロナになってからその性的な接触ってものはすごく減ってきたな、減ったというか慎重になったなっていうことがあって、やっぱりセックスであったりとか、あとはその性の衝動みたいなものってすごく重要なものだと思っていて、
その強い刺激とかそういうものでその自分の存在とか形っていうものをこう認識していくような感じがあって、それが自分の作品にも結構そのアイデアだったりとか何かそのつながってきたところがあったので、そういうところが少しこう減ってきたっていうところはあるか感じてるところですかね。はい、やっぱり自分がそのセクシャルマイノリティだからこそ見ることができた景色があって、で本当になかなか見られない景色ってものを見たりとか、感じたりとかしてきたんですけど、それが全然作品に出ていなくて、自分の作品にそれが非常にこう苛立ちがあるんですね、自分でも。このもっとダイレクトにその自分の実感したことっていうものをトレースしたような作品を作りたいなと思っていて、例えば僕にとってその家肖像っていうのがすごく重要なモチーフになっていて、これまでも繰り返し描いてきたんですけれども、ある時自分が描いてる家をこう6畳の当時一人暮らしした部屋の壁にこうかけていて、でその部屋でセックスしていて、パッとこう目を上げた時にその家と目があったんですね。でその時にその自分がしている行為とその家が象徴しているその血の連鎖っていうもののギャップにすごくこうリアリティを感じて、だから次の作品は家視点から見た景色をテーマに作品を作っていこうかなと思っていて、具体的に言うと仏間のマーケットないしはそういうセットを組んで、もちろん自分で作ってですね、それでこう斜め上からその部屋の中で起きている出来事をこう覗き見るような作品というか、その中で行われていることはまだどういうふうにしていこうかっていうことはまだ詰めていく段階なんですけど、そういう作品を作っていきたいと思っています。それしかないですね。もちろん本とかを読んだりもするんですが、やっぱり自分で匂い嗅いだりとか、その現地行ったりとか、痛い思いしたり傷つけられたり傷つけたりとか、愛されたりとか、そういう憎んだりとか、そういうことがすごく重要で、いずれそういう自分が愛したり憎んだりしたものも消えてしまうじゃないですか。でそれがすごくこう怖いことだと思うんですよ、残らないっていうのが。なので自分が愛し憎んだものとか他の、あと人とかですね、そういったものをもう執着を持って書いたり作ったりすることで、初めてその外側の事象によって自分の形がこう出てくるというか、あらわになってくるようなもんだと思うので、だからもう実感からしか作れないというふうに思ってます。もう普通に絵を描くのがやっぱ好きでしたし、なんていうんだろうな、もうすごくこう意識する前からやっていたことではあったんですけれども、今お話したようなことはもちろん自分のそのセクシャリティをまず認識してからの話だったので、僕は栃木出身なので周りにいなかったんです、一人も。なんですけど東京行ったらもう本当にいっぱいいて、もうすごい人生歩んでる人が多いんですよね。でそういう人たちを見る中でやっぱり自分の思っていることっていうものが間違っていたと思ったこともあったし、逆に正しかったんだってすごい肯定されたこともあって、そういう周りとのやっぱりつながりの中でどんどん出来上がってきたものなのかなというふうに思っています。